ご視聴ありがとうございます。以上です。今回の動画は久しぶりにオリジナルイラストのメイキング動画になります。明けましておめでとうございますからしばらく経ちましたが、明けましておめでとうございます。昨年のね、一発目の動画もやっぱりオリジナルから始まってるわけですけども、今年もさすがに一発目はオリジナル絵描いとこうかなということで、オリジナルイラストのメイキングです。オリジナルイラストのこのメイキング動画の時の雑談って、その何話そうかなみたいなのすごく困っちゃうんですけど、今回のもその困っちゃって、去年の一発目の動画を見返しに行ったんですね。そしたらなんか私すごいテンション高くってなんかテンション高いし志高いし、なんか面白かったですね。なんか私から見てリンクを載せとくので、ちょっと興味ある方は見に行ってみてはいかがでしょうか。あんまりおすすめはしませんが、でその何喋ってたかっていうところを確認しに行ったわけですけど、まともにではないですけど、絵のことを喋ってましたね。それ以外オリジナルの時って喋ることがないんですけど、てかメイキング動画なんだから普通絵のことを説明しろっていう話になってくるって言われたらその通りなんですけどね。今年は寅年なので、モチーフとしてはやっぱり描きやすい動物になりますよね、寅とかは。でキャラクターとしてもデザインは行き当たりばったりでどうにかなってくれるだろうっていうくらいモチーフとして取り扱いやすいものなので、去年なんかは最初にキャラクターのデザインがパッと思い浮かんだので、それを考えた後に構図をひねり出すことをしてましたけど、今回はもうまんまおおむねだいたい行き当たりばったりみたいな。いやそれでも今回はイラストの完成に対しての参考イメージみたいなのを好きなイラストレーターさんのイラストを集めたりとかしてイメージをもう大体作ってあったので、そういう意味では比較的着地地点がある程度見えてる状態でしっかり描けてたので、いつものひどい行き当たりばったりよりは迷走することは全然なかったです。というのも今回なんでそうやって参考イメージをそんなに集めてたかっていうと、最近サムネ映えしない絵みたいなのが多くて、サムネ用に切り取っちゃったらなんか寂しいみたいな、そういうものしか描けてなかったので、そこをちょっと指摘されまして、なので今回はある程度絵のどこを切り取っても派手に見えるようになる色使いができてる絵を描こうかなと思って、色使いだけで解決できる話ではないんですけど、それでも顔の周辺にモチーフを集めたりとかして、ある程度工夫をしたつもりではいますおしゃれな絵描きさんとかって結構小物をいっぱいいっぱい描き込んで、モチーフを散りばめておしゃれに見える絵作りをするのがお上手だったりするんですけど、私なかなかそこら辺を得意としていないので、さすがにそれを得意としてる絵描きさんみたいなくらいの要素を詰め込むくらい書き込めはしてないんですけど、いつもより気持ちそういう要素を強めてみたり、あとは顔の周辺に手を持ってくることによってそこら辺の要素をカバーできるような見た目の絵にするみたいな、そういうところも参考にした絵描きさんの中にそういう手法をとっていらっしゃる方がいて、そこを参考にしたものなんですけどね。あとはやっぱ色だけじゃカバーできないからっていう話の説明だったんですけど、それでもやっぱ色っていうのは画面の見栄えの構成だったり、その人らしさみたいなのを象徴するところでもあったりするので、そこをどうにかするっていう点でも今回いろいろと参考にさせていただいて、このイラストを描き上げてある程度勉強になったかなと思ってます。それでもやっぱ色ってすごい難しいんですよね。
なんでこの色を持ってきたんだろうなっていうところがわからないと、真似るにも法則がつかみづらいと真似しようがないところがあったりとかして、あと私みたいにグラデーションマップとか重ねて仕上げられてるよっていう絵とかだと、もともと塗ってた時の色の感覚とまたちょっと違った出来栄えになってたりして、そこからだとちょっと推測がしづらかったりとか、あとは単純にセンスの賜物とかだったりするともうどうしようもないですからね。そういうのは本当に参考にしまくって吸収するみたいになってくんでしょうね。久しぶりになんかちゃんと絵の話をしてメイキング動画を作ってる感があってちょっと疲れましたね。あと何を話そうかな。今回寅年ですけど、やっぱ寅って言ったら黄色地に茶色っていうか黒のしましまが一般的じゃないですか、寅さんは。私も本来はそういうものが一般的な寅だとは理解してるんですけど、なんかやっぱ絵として描こうってなるとなんて言うんでしょう、白虎とかコクコ黒い寅さん、なんかそういうのが一発目に思い浮かんじゃうんですよね。でもなんかイラストレーター界隈結構そういうの多い気がするんですよね。まともに黄色い虎描いてる人ってあんまいなくない？明らかな偏見ですけど、でもそうじゃないかなって思うくらいちょっとそういうのよく見るんですよね。やっぱモノクロっていうのって絵的にちょっと強いじゃないですか。強いっていうとなんかちょっと違うんですけど、なんか印象として無難ノーマルっていうかなんていうかちょっと難しいですね。なんかこうかっこいいじゃないですか、単純に。だから私なんかメラニズムとか、あとアルビノとか白だとか黒だとかそういうのすごい好きなんですよね。なので今回描いてるこのイラストの子とかもう見れると明らかじゃないですか。もう欲張りセットみたいになっちゃってるじゃないですか。あとそうだ、カラー的なところで言い訳っていうかあれをすると、モノクロってそれに対しての差し色が何でもいいんで、色の配色を考えやすいみたいなところあるんですよね。メイン配色をモノクロにしておくと、その他の配色差し色だったりそういうところにさほど頭を使わなくてよくなるんですよね。そんなんで宴会って思うかもしれないですけど、やっぱこういうところを切り口にしていくっていうか、なんかこう取っかかりにして絵作りをしていこうって思うことは悪くないと思うんですよね。いいと思うんですよ。もう言い訳にしか聞こえなくなってきましたけど、お手軽にかっこいい絵作りができる配色テクニックだと思って皆さんもぜひやってみてください。私も配色センスっていうか色を塗ることに対しての色選び的なところがまだまだ一番の悩みどころだったりするので、そういうことに参考にできる本とか買ってたりするんですけどね、なんかこう全然理解が及んでないみたいな。今年はなんかそういうところの買ってある本をしっかりもっと読み込んでちゃんとお勉強しようかなと、今更かよって感じなんですけど、読んでてもやっぱ難しいところってありますよね。読んでても理解追いついてないと結局意味ないしみたいな、そういうところでこう持って余してる本が買うだけ買ってあったりするので、ちょっといい加減ほんとどうにかほんと積んどくどうにかしないとなみたいな。私紙の本を買うことが好きで、どうしてもやっぱ紙の本で買ってしまって置くところがないのに家の中に本だけやたらと溜まっていくっていう、そういうなんかくっそめんどくさい習性というか趣味があるので、
買ったからにはしっかりちょっと知識としてこう身につけないといけないよなと思いつつ、今年はそうですね、そういう本周りの問題を今年こそこう数年越しに今年こそ解決できるような年にしたいなという願望だけ持ってます。このままだと今年も持ったままで終わりそうです。ここで話が全く変わって関係ない話なんですけど、しっかり見てくださってる方がどれくらいいるかは全くわからないんですけど、今更の説明として喋ってる内容は行き当たりばったりで喋っててだいぶ適当ですけれど、絵に関する補足説明だったりとかっていうのは画面にテロップを載せてたりするので、そちらを興味ある方は止めて読んでみたりしてはいかがでしょうか。いつもね喋ってることに対しての字幕はつけてないんですけれど、補足説明のテロップは載せてたりするので、そうすると私が喋ってること邪魔だなってなると思うんですけど、それはお気軽にミュートしていただいて、いちいち読むのも面倒だとは思うんですけど、メイキング動画としてはそっちの方がある程度参考になるかなと思います。そこら辺の作り方とか時々こうふと思い立って変えたりとかもしちゃうので、編集方法今なんてか思い出したかのようにいきなり説明を喋りました。ではそろそろお時間なので締めを。今回描いたイラストの全体図は Pixiv と Twitter に上がっています。Twitter では、動画の制作状況だったり作品の制作状況だったり仕事情報だったりそういう近況を確認できますので、よろしければぜひフォローしてみてください。では最後までご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。